はい、どうもどうも。今回は腕時計の革ベルトの話をします。私はね、革ベルトが一番好きなんですよね、腕時計のストラップとしては。もちろん金属ブレスとか、シリコンとか、ラバーのブレスとか、ナトーベルトとか、それぞれ面白いところ、いいところあるんですけど、やっぱりね、それでも革ベルトが一番好きです。で、今回はね、革ベルトに関する基礎知識を理解してもらって、革ベルトの楽しみ方につなげてもらえればなと思ってこの動画作りました。で、まずは革ベルトがね、いかに素晴らしいかっていうことですよね。それをまとめると、画面に出しているような4つぐらいにね、まとめられると思います。1つ目はね、なんといってもね、かっこよさですよ。で、他のブレスとかストラップはある意味革ベルトが使えないからそうしてるに過ぎないんですよね。それぐらい革ベルトっていうのは王道なんですよね。腕時計に最も合うのは革ベルトって、それはね、もう揺るがないと思います。で、二つ目にね、装着感の良さです。どんなにね、見た目が良くて好きでもね、装着感の悪さっていうのは絶対ダメですよね。で、他のタイプでも使い心地がいい、装着感がいいっていうのは当然あると思うんですけど、トータルで言えばね、革に勝るベルトの素材はないと私は思ってます。3つ目は種類の豊富さです。後でじっくりやる内容なんですけど、いろんなバリエーションの組み合わせで革ベルトの世界っていうのは無限の広がりがあるっていうね、その中からこの腕時計にはどんなベルトが合うかなって考えたり、これあのモデルに合うんじゃないかなとか、そういうの考えたりするのがね、めちゃくちゃ楽しいんですよね。そして最後の4つ目はね、使っていくうちに完成していくところです。他の素材っていうのは新品の状態が基本的には一番良くて劣化していく一方ですよね。で、それに対して革ベルトっていうのはつけて使っていくうちに腕に馴染んでいくっていうね、特性があります。で、さらにこれは革の種類にもよるんですけれども、経年変化でね、テカリが出たりとか奥深い色味になっていったりとか、そういう変化があります。じゃあここまで褒めてるね、革ベルトってどんなのがあるのってことで次の話に入ります。選び方はね、この後まとめてやるんで、その前段階としてね、基礎知識をまずは押さえておきます。で、まずは革ベルトのカテゴリー分けです。統一的な革ベルトのね、分け方っていうのははっきりとあるわけじゃないんで、いろんな情報をね、私が見て読んで聞いて、で、いろんなメーカーとかブランドのウェブサイトでの分け方なんかを参考にして6つのタイプにね、分けました。まずはパッド入りのタイプです。いろんなカテゴリーの中で最も一般的で何にでも合わせられるっていうのが特徴のベルトです。パッドが入っていて、パッドで芯材ですね。で、入っていて、ベルトの中央部が盛り上がってるっていう。そして縁のところにはステッチが入っています。この形とステッチが特徴ですね。革ベルトと聞いて何を想像するかって大体このタイプじゃないかなと思います。高級な腕時計から安価なものまで、ドレス系みたいな格式ばったものからね、カジュアルなスポーツ系とかミリタリーまで、幅広く合わせられるのがこのパッド入りの革ベルトです。次はフラットタイプのベルトです。で、さっきのパッド入りと見た感じは一緒なんですけど、よく見てもらうとね、フラットタイプは中に盛り上がりをつけるための芯材が入ってない作りになってます。で、ステッチは縁に沿って入れる場合もあれば、ラグのそばにだけ最小限にステッチを入れるタイプもありますし、ステッチ自体も全く入れないパターンもフラットタイプにはあります。ステッチがなくて薄いフラットタイプは薄型のドレス系の腕時計に使われたりします。ある程度厚みのあるフラットは格式ばらないような腕時計、スポーツ系とかでね、使われたりすることが多いです。次はアビエータータイプのものです。もう少しね、わかりやすく言うとパイロットウォッチ向けのね、スタイルです。で、特徴はミリタリー調で分厚いベルトに太いステッチが使われてて、微乗が大ぶりで、開いてる穴もね、横長なんですよね。ラグのところにリベットがあるタイプとか、高さのある芯材を一つ中央に入れたり、2つ並行して入れたり、ベルトの凹凸を強調したタイプも
あったりします。ここではアビエーターって言ってるんですけど、ミリタリーウォッチ全般に使われるカテゴリーだと思ってください。大ぶりの重い腕時計をしっかりね、手に固定できるのが特徴です。4つ目はラリータイプと呼ばれるベルトです。中央に大きな穴が開いているのが特徴です。ラリーの車はレースでもペダルとかハンドルとか穴が開いてますよね。これは車体を軽くするためのものだと思うんですけど、私そんなラリーとか車とか詳しくないんでね、ちょっと間違ってたらすいません。そういう穴の開いたデザイン、そのテイストに合わせてこれはデザインされてます。実際のところでもラリーで砂ぼこりとか汗をかいたり、するわけですよね。なので穴を開けて通気性を良くしてるっていう、そういう実用的な意味もあると思います。で、もともとはね、画像の左端みたいな形で大きな穴がポンポンポンと入ってるようなものが一般的だったんですけど、今では小さい穴がたくさん開いてるものもラリータイプと呼ばれています。で、このタイプの革ベルトっていうのはクロノグラフに合わせられることが多いですね。クロノグラフもそのモータースポーツ由来のモデルと特に相性がいい革ベルトです。もちろんね、パイロット由来のモデルにつけてもね、結構似合ったりします。次は腕時計の裏側に当てがう背当てのついた革ベルトです。他の言い方では台座付きとか、英語ではバンドって呼ばれるタイプです。もともとはね、パイロットが使ってたっていう説もあって、背当てがあるので大ぶりな腕時計をつけてもリューズが手に当たらない。手首をグイッと曲げた時に大きい腕時計はリューズがグッと当たりますよね。そういうところから手を守ってくれるっていうね、その働きもこの背当てにはあります。で、さらに、それだけじゃなくて、この背当ては腕時計の、背面をね、汗とか汚れから守ってくれるんで、ヴィンテージウォッチとかに合わせる人も少なくないです。で、そういうパイロット由来の説があったりとか、あとヴィンテージウォッチに使われたりする以外で言えば、ギタリストでこのタイプを愛用している人が結構いるんですよね。で、演奏するときに手首をグイッと曲げるんで、その時に手首にリューズが当たらないからっていう、多分そういう実用的な意味があると思うんですけど、今ではね、ギタリストがつけてるっていうイメージもこのタイプのベルトにはあります。そして最後はレザー製のナトーベルト、あるいは引き通しの一本タイプの革ベルトです。革ベルトの中で、一番格式ばらないカテゴリーと言えます。ナイロンのナトーベルトと同じでフィールドウォッチに合わせることの多いタイプです。で、革の厚みが薄くてすっきりした見た目になるものもあれば、厚めにしてドーンと腕時計に対して革ベルトを目立たせるタイプもあって、実際手持ちの腕時計に合わせようとすると結構ね、簡単に見えて奥が深い革ベルトなんですよね。ここまでそれぞれ簡単にですが解説しました。こういう感じで革ベルトといってもね、いくつかカテゴリーがあって、どういう腕時計に合わせるかっていうので、それに合った革ベルトっていうのを選べるわけですよね。で、逆にこれとこれを合わせるのが一般的っていうものからちょっと外して、普通はあまり合わせないタイプの腕時計と革ベルトを合わせるっていうのも、ちょっと面白い試みじゃないかなと思います。で、ここまで挙げたのは革ベルトの大きなね、カテゴリー分けです。で、その一つ一つのカテゴリーの中でもたくさんのね、バリエーションがあります。例えば一番ありふれたステッチの入った革ベルト、今画面の上に出してる分ですね。これがあったとします。ステッチもいろいろあるわけで、色の違いとかステッチの有無っていうので印象はすごく変わってきます。多くのステッチは同系色が使われてるんですけど、ほとんどの場合はそうですね。ただそれに対して少し明るめの色を使ったりして、ステッチを目立たせるっていうパターンもあります。このステッチの色が明るくなればなるほどカジュアルで、よりね、スポーツ感が出るっていう風に考えてもらったらいいと思います。ベルトの色味や形が同じでも、ステッチが変わるだけでね、印象もガラッと変わるんですよね。ステッチを縁に沿って綺麗に入れていくのか、全く入れないのか、それからヴィンテージステッチみたいな感じで
全面につけずに一部にだけ使うのか、これ本当にね、これだけで全然変わってきます。で、また、ステッチだけじゃなくて、ベルト自体の形状もすごくね、大事です。特に、ベルトの幅と厚みっていうのがね、印象をガラッと変えます。ベルトの幅は、ストレートタイプで、ラグの幅から微乗の幅まで変わらないものもあるんですけど、一般的にはね、ラグと微乗のところで2ミリから4ミリぐらい変えます。どれぐらいラグ幅から微乗幅のところまでで絞るかっていうのが、つけた時の見た目にすごく影響します。で、それから厚みもね、すごく大事ですよね。で、厚みのあるものから薄型のものまで膨らみを持たせるかフラットにするかとか、ここでもね、バリエーションがたくさんあります。こういう感じで知らない人からすると同じように見える革ベルトもバリエーションがすごくあってね、この腕時計にはこういうのが合いそうだなとか、あれこれあんまり合わんと思ってたけど結構合うやんとか、着せ替え人形じゃないですけど、そういう楽しみ方もあるっていうことですね。で、ここで形状の違いにもつながる仕立ての話を少ししておきます。代表的な仕立て方として今画面に出しているような種類があります。高い革ベルトで使われているのは上段のへり返し、フランス仕立て、この2つ、それから下段中央の切り身仕立ての一部ですね。サイドのコバって言われる部分をきれいに仕上げている切り身仕立てっていうのが高いベルトでは使われてます。ヨーロッパとかね、海外ではこの切り身仕立てっていうのが主流なんですけど、日本ではね、なぜかちょっと歴史的な理由があるのかもしれないですけど、へり返しとかフランス仕立てみたいな形の仕立てが高級な革ベルトでは一般的に使われています。どういう仕立て方をするかっていうのはいろんなやり方があるみたいなんですけど、ポイントは何かっていうとね、ベルトの側面ですよね。側面を見た時に美しく見えるのがいい仕立てと考えてもらえばいいと思います。上段のへり返しとフランス仕立ては革を丸めて作るので丸みがあってね、柔らかい見た目です。で、半へり返しはサイドも革の表面が来るんですけど、貼り付けてあるのでね、丸みはなくて平面的になってます。で、切り身仕立てはサイドをきれいに磨いて小刃塗りしているものはスパーンと角が出てね、美しいです。で、これは同じ切り身仕立てでも側面の仕上げを最小限にしているものもあって、そういうのは割と安く買えるタイプの革ベルトです。ウェルダー仕立ては側面にね、同系色の塗料が塗られてます。で、多くはね、防水効果もあるんで樹脂の強いものが塗られてます。なので先ほどのへり返しとか半へり返しみたいな革ではないし、サイド部分が切り身仕立てみたいな小刃塗りされた仕上げではないので、割と安価なものによく使われています。で、革ベルトって値段のね、ピンキリあって、なんでこれこんなに高いのとかって思うと思うんですけど、革ベルトの側面、そこが先入観なく見て綺麗に見えたらいいものっていう風に覚えてもらえばいいと思います。で、私もね、最初は何がそんなに違うんやろと思ってたんですけど、もちろんね、革自体の値段はそれぞれあると思うんですけど、値段はすごい違いますよね。10倍どころじゃないぐらい、20倍30倍って違うんですよね。そういうのの一つの物差しになるのがこの仕立て方です。そういうのが分かってくると、これすごく高いベルトだけど、側面の仕上げもいまいちだし、底角遊角もなんかさらっとつけてる感じで、仕上げが荒いなとか美しくないな、やめとこうっていうのもありますし、逆に価格はそんなに高くないのに、これすごいしっかり作ってあるな、いいもんなんやなっていう風にね、考えたりもできるわけです。ここまで革ベルトの分類を見てきました。革ベルト自体の形状の違いを中心に話してきたんですけど、一方ね、革そのものにも何の革を使うかっていうのがあって、そこも大事なポイントです。で、次に革素材にどういうものがあるか、代表的なものを見ていきましょう。腕時計の革ベルトに限らず、よく使われているのは画面左側に一列に並んでいる動物たちの革です。で、価格の上下はあるんですけど、これらは家畜として飼われている動物由来のものです。で、腕時計で最も一般的なのは牛の革ですね。
で、こういう家畜由来の革っていうのは、元々の革の目、模様を生かすタイプのものもあれば、表面を磨いてつるっとした、そして光沢させたり、そういうパターンも結構あります。で、一方で、革自体の模様を前面に押し出した素材もあります。それが画面右上の動物由来のものです。サメ、エイ、トカゲ、ワニ、ダチョウの革。特にワニの革はね、高級時計で使われることも多くて、目にする機会がこの中ではね、一番多いんじゃないかなと思います。で、家畜系の動物ではないこういう革素材はエキゾチックレザーと呼ばれます。エキゾチックレザーは模様を楽しむのが使われる一番の理由で、一応ね、例えばサメとかエイとか、そういう水中の生き物の革は結構水分に強いって言われてるんで、そういう実用性で選ばれる場合も結構あります。エキゾチックレザーの方がね、総じてこう派手なベルトになるんですけど、家畜系の革もね、加工されて模様や質感を変えたものがね、あります。それが型押しとか脂肪加工とかスエードとかベロアのような肝の加工です。何の革が使われてるかってことだけじゃなくて、加工方法の違いでもね、革っていうのはいろんな種類があるわけです。で、ここで挙げてるのはすごく代表的なものなんですよね。で、先ほどの形状のバリエーションにこの革の種類が重なると、本当にね、最初に言った無限の組み合わせみたいなものができて、すごい広がりがあるんですよ。というわけで、簡単にはなったんですけど、腕時計の革ベルトについての基礎知識をここまでまとめてきました。選び方の話に入る前に、メジャーな革ベルトメーカー、革ベルトブランドを紹介しておきます。腕時計メーカー向けにね、革ベルトを作ってたりもするので、替えベルトを買ったことないっていう人でもね、この中のメーカーブランドっていうのはお世話になってるかもしれません。で、革ベルトはいろんなところで作られます。ここで挙げてるようなよく知られてるところだけじゃなくて、ひいきにしてるお店っていうのがそれぞれあると思います。で、人気になると嫌だから教えたくないっていう方もね、いると思うんですけど、もしね、ここ良かったよとか、こういう面白いベルト作ってるよとか、そういうのがあったらね、ぜひコメントでも教えてください。それでは今回の動画もようやくね、後半に入っていきます。腕時計の革ベルトを選ぶときにどういうところに気をつけないといけないのかっていう話をします。結局ね、実際合わせてどうなるかっていうのが一番大事なんで、理屈じゃないっていうのが本当のとこなんですけど、ある程度セオリーを知っておいた方が選ぶ時も楽しいし、漠然と探すよりもね、イメージに近いものが見つかると思うんですよね。それでは選び方の基本ってことで4つの点に注目して解説していきたいと思います。まずは基本中の基本と言ってもいい厚みについてです。よく腕時計の厚みにベルトの厚みを合わせるってことが言われます。分厚い腕時計には厚いベルト、薄い腕時計には薄いベルトっていう風に言われます。で、それは正しいんですけど、厳密にはね、ラグの厚みと考えた方がいいと思います。ケースの厚みとね、ラグの厚みは、もちろんバランスが取られてるんで、同じような意味にはなるんですけど、ラグの厚みっていう風に考えた方がね、いろいろと選びやすくなります。で、今出してる3つの腕時計は、それぞれ風防を含めた厚みとラグの厚みを出してます。3ミリから5ミリまで、1ミリ刻みでラグの厚さは左から右にいってます。3ミリから5ミリ、ここで上げてるぐらいがね、一般的で、3ミリっていうのはね、かなり控えめなラグの場合です。このラグの厚さに対して、パッド入りのベルトなら、芯材の入った膨らみのあるベルトなら、同じ厚さか、プラス1ミリぐらいのベルトが合います。逆に芯材の入ってないフラットタイプのベルトなら、厚さが同じか少し薄い、1ミリ程度薄いのがベルトとしてはちょうどよく見えます。パッド入りのタイプは縁のところが薄くなってるんで、一番盛り上がってる部分の厚さがラグの厚さと同じか、もしくはプラス1ミリぐらいを選ぶといい感じになります。で、画像の下はラグの厚み4ミリに対してフラットタイプの厚さ4ミリのベルトを合わせてます。で、フラットタイプはパッド入りと違って縁のところが薄くなってなくて、
フラットなわけですよね。なのでちょっと厚く見えるので、ラグと革ベルトの厚みが同じぐらいがちょうどよく見えます。で、これ以上ね、厚くなると逆にアンバランスになりますし、逆に言うとね、もう少し薄く上品につけても結構合います。長くなってしまうんでどんどんいきたいと思うんですけど、次はね、ベルトの色味についてです。ベルトの色を何色にするかっていうのは本当に難しい問題だと思います。腕時計と革ベルト、さらに肌の色っていうのがあって、それをどう合わせたらいいかっていうのがポイントです。色の組み合わせだけに目が行くように、今回ね、革ベルトと肌の色をグラデーショナルに組み合わせた図を作りました。ケースの色をね、変えると複雑になりすぎるんで、今回はね、ステンレスをイメージした色を使ってます。それぞれの肌の色、背景の色でね、どの革ベルトが合ってるか、好みかっていうのでもいいですし、左側から縦方向に見ていってほしいんですよね。で、難しければ、これはちょっと合わないなっていう消去法で考えてもらってもいいです。どうですかね、どれが一番合ってますかね。逆にどれが一番合わないとあなたは思いますか。まだ選んでる最中の方もいるかもしれないんですけど、文字盤の色をね、白から黒に変えてみます。白文字盤の時とそんなに印象は変わらないと思うんで、話を続けさせてもらうと、一つ目にね、ベルトと肌の色が近すぎると、腕時計自体がね、ぼんやりした印象になってしまうっていうのがあります。で、一概には言えない部分はあるんですが、肌の色に近すぎるベルトっていうのは避けた方が無難です。二つ目は、肌より明るい色と暗い色でちょっと見え方が違うっていうことです。肌より少し黒い色のベルトは比較的合うんですよね。対して明るい色を選ぶ場合は、少し明るい色じゃなくてだいぶ明るい色を選んだ方が合いやすいっていうことです。好みの問題はね、あると思うんですけど、無難ですっきりした見た目でつけたいなら、少し暗い色とだいぶ明るい色っていうのはどちらかで選ぶといいと私は思ってます。この話をさらに進めて、今の白文字盤、黒文字盤以外のケースも見ていきましょう。白、黒の文字盤の他に使われることの多いのが青の文字盤です。で、さっきまでの印象とちょっと変わりますよね。白黒文字盤の時を思い出しながらちょっと眺めてみてください。で、これは鮮やかな青の文字盤にしてるんですが、もう少しトーンを抑えて紺の文字盤でも見ていきましょう。紺の文字盤になると、全体的に落ち着いた雰囲気に変わるんですけど、革ベルトと肌の色、それから腕時計の見え方の傾向は先ほどと似てます。で、何が言いたいかっていうと、白黒ではなく色の入った文字盤は革ベルトと肌の色をつないでね、組み合わせをよく見せるっていうことです。白黒の文字盤だとぼんやりして見えていた革ベルトと肌の色の組み合わせが案外悪くないなと、全然ありやなに変わったと思うんですよね。カラフルな文字盤っていうのは革ベルトと肌の色との組み合わせをよく見せるっていうことができるんです。そういう働きをカラフルな文字盤はしてくれます。ただ一方で文字盤に色が入ることで着てる服とか、他の部分との相性を考えないといけなくなるっていうのがね、また一長一短な部分です。では最後に、ここまで茶系の革ベルトしか出してなかったんで、革ベルト自体をカラフルにしたらどうなるかっていうのを見てみましょう。どの肌の色でもね、結構何にでも合うんですよね。こういうカラフルな革ベルトっていうのは、万能な反面ね、その相性が問われます。腕時計自体がどんなジャンルのものか。例えば青系のベルトはやっぱり爽やかに見えますし、赤系はちょっと厳かな雰囲気を感じさせます。で、緑は無邪気な感じ、グレーはちょっと生活感がないというか、少し高貴さを含んだ印象です。それは私が勝手に言ってるだけですけどね。それに合った腕時計じゃないと、革ベルトと合わせた時にちぐはぐな感じになっちゃうわけですよね。そういう部分がカラーベルトの難しさでもあります。ただ黒に近い紺とか赤みがかった茶とか、その間ぐらいのものがあります。
で、一般的な茶系がしっくりこないときはね、そういうちょっと間ぐらいのね、色を選んでみるのも面白いと思います。3つ目はラグ幅と微乗幅です。腕時計のケースは大きさ形といろいろあります。ちょっと極端なイラストにしてるんですけど、右側に例を挙げてます。それぞれケース横幅とラグ幅を赤と青の線で下に表してます。で、この2つの関係は、左は幅の長さの差が小さくて、右に行くほどケース幅とラグ幅の差が大きくなるようにしています。このケース幅とラグ幅の差で似合うベルトの形っていうのが変わります。画像に出しているような感じで、幅の差が小さいものにはラグ幅と微乗幅がその差が大きいベルト、尖ったベルトが合いやすくて、逆にケースとラグ幅の差が大きいものにはストレートに近いラグ幅と微乗幅の差が小さいものが合いやすいと思います。腕時計自体の大きさも関わってくるのと、あと手首の太さとのバランスもあるんで、必ずしもってことではないんですけど、腕時計のケースとラグ幅の差が小さいものには幅の差が大きなベルト、ケースとラグの幅が大きく違うものには幅の差が小さなベルトっていうのを覚えておくといいと思います。最後に、腕時計にも格式があるみたいに、革ベルトにもフォーマルなもの、カジュアルなものがあります。そこを合わせるのは基本といえば基本なんですけど、少しずらして合わせるのも結構面白く見えたりします。で、少しっていうのがポイントで、大きくずらすとね、違和感しかなくなります。例えばドレスウォッチにアビエータータイプの革ベルトは、これはちょっと合わないですよね。逆にコテコテのフィールドウォッチにドレス系のステッチのないワニ革のフラットタイプの革ベルトとか合わせると、これも違和感しかないです。そういう極端に格式の違いのある腕時計と革ベルトは合わせないっていうのが大事です。で、ここはね、言葉ではちょっと伝わりづらいので、この後実際に見てもらいながらね、やりたいと思います。さて、ここまで革ベルト選びの基本ということで4つのポイントを扱いました。この辺を押さえておけば、買った後にね、後悔っていうのもね、あんまりなくなるんじゃないかなと思います。で、革ベルトって歴史もあるし、広く使われてる割に、選ぶ時に何を注意しないといけないのかっていう話はね、あんまりないと思うんですよ。で、それぞれね、革ベルト好きな人は持論があると思うんですけど、外にみんなあまり出さないし、セオリーがね、あんまりないんですよね。で、これだけ種類があるのに、セオリーがないっていうのは、初心者が入ってきづらいだろうなと思うんですよ。もう初心者殺しすぎるやろっていうことでね、ここで、私なりにまとめてみました。で、ここからは実際に腕時計と革ベルトを合わせてみながら、ケーススタディ的な感じでね、見てもらおうと思ってます。というわけで、タイプの違う腕時計と革ベルトをね、用意しました。いろいろ見てもらうためにちょっとずつ違うものを用意してます。高級なものじゃなくてね、1000円台から3000円台が中心です。で、ワニ革のものだけね、ちょっとだけ高いですけれども、これを合わせながらどういう感じになるか見ていきましょう。では、さっき画像でも出してたシズンのスーパージェットオートデータからいきましょう。まず、スタンダードな茶系ですね。無難なベルトなんで、腕時計単体で見るとこう合いますよね。全然悪くないですし、ヴィンテージの腕時計にも合う素材感があって、バランスが取れてる見た目です。ただ、これは、肌の色にかなり近いんですよね、革ベルトの色が。これが先ほど言った腕時計と革ベルトと肌の色っていう、この組み合わせを考えないといけないっていうことです。で、こういう時に役に立つのが、少し赤みが入った茶のベルトです。これ先ほどと差はすごくわずかに見えるんですが、色の組み合わせをね、よく見せてくれます。こういう感じで、先ほどはこうぼんやりしてた感じが赤みが入ったことでベルトがこう目立つんで、先ほどと違って組み合わせ的にはよく見えます。で、先ほどのベルトとこのベルトはパッド入りのタイプです。もう少しスポーティーにしたかったら
フラットタイプがいいと思います。で、少しの膨らみなんですが、先ほどのパッド入りっていうのはあまり高さがね、こうボンと突き出てないタイプのものなんですけど、印象の違いはね、小さくないと思います。フラットタイプも今合わせてるのは半へり返しで、表の革と同じ革がこう側面に来てます。次にこちらは同じフラットタイプなんですが、サイドが切り身仕立てになってます。黒色でこう小刃塗りされたタイプで、先ほどはね、斜めから見ても一色で統一された革ベルトでした。それに対してこちらはサイドがね、黒が入っていて、よりスポーティーに見えます。次に黒色のベルトを合わせてみましょう。全然ダメってことはないんですけど、ちょっとこう締まりすぎてる感じがありますね。では最後にラリータイプのものをつけてみましょう。やっぱりね、いまいちですよね。で、ラリータイプっていうのは結構主張が強いデザインなんで、つける腕時計をね、本当に選びます。で、ラリータイプをつけるなら、クロノグラフでモータースポーツ系のもの、またはミリタリー調のものなんかがね、いけます。で、これはソ連製のブランというパイロットウォッチ由来のものです。先ほどのスーパージェットには全然合わなかったラリータイプも、こちらはこう悪くないなっていう感じになります。で、このクロノグラフはスーパージェットと同じく黒文字盤でスポーツ系っていうことで似たようなね感じなんですけど、ラリータイプの革ベルトっていうのはこう似たタイプでもね、合うもの合わないっていうものがはっきり分かれますよね。本当にね、そういうのが不思議というか、組み合わせって面白いですよね。次は少しジャンルを変えて青文字盤のオリエントスターを用意しました。文字盤中央がキラキラなっていて、こうローマ数字が使われてて、少し派手なデザインです。で、先ほど合わせてたフラットタイプでいくと、切り身仕立ての方はちょっとワイルドすぎて合わないかなっていう感じです。半へり返しはこういうのもありかな。ちょっとこうスポーティーであえてつけてる感が、理解される、そういう見た目です。で、他で言うと茶系のパッド入りはもちろん合いますし、黒もね厳かな雰囲気を出してくれて、さっきの黒文字盤に黒を合わせるよりは自然に見えます。プレーンなベルトは腕時計のデザインを引き立ててくれて、こう一本筋の通った感じがして、それはそれでいいんですよね。じゃあワニ側の方になるとどう変わるかっていうと、こんな感じです。文字盤のキラキラした感じとワニ側の光沢が互いを互いに引き立てるというか、そういう印象で、こちらはまた別のかっこよさが出ますよね。こう先ほどのようなピュアな感じはなくなるんですが、こう派手でグイグイ来る感じ、押しの強さを感じさせる、そういう雰囲気がします。で、オリエントスターはこの辺にして、最後はセイコーの1980年製のドレスウォッチです。ここまでのモデルとガラリとタイプが違うんで、合わせてみるとどうなるかちょっと楽しみですね。で、まずフラットタイプの切り身仕立ての方いきたいと思います。これはさすがにっていう感じですね。やはり半へり返しの方は思ったほど悪くないんですけど、こういう厚みのあるフラットはちょっと難しいかなっていう感じがします。で、パッド入りにすると、少しね上品になる分、こう悪くないなっていう感じがします。これはドレスといってもねヴィンテージなんで、もともとあった格式っていう名のねトゲトゲしさがなくなって丸くなってるんですよね、ドレスウォッチといっても。で、その雰囲気があるから、こういうカジュアルなベルトもね案外あって見えます。こういうのはデニムのシャツとかデニムのジャケットとかに合わせると結構かっこいいんじゃないかなと思います。ただベルト自体の雰囲気はこれ結構思ったより合ってるんですけど、ベルトの幅がねストレートに近くて、微乗幅がもっと狭く絞られてた方がもっとね合うと思います。このケースはケースの横幅とラグの幅、この2つの差が小さくて、どっちかっていうと絞ったベルトの方が合います。何パターンかですけど、ここまでね腕時計と革ベルトをいくつか取り上げて、どういう見た目になるか実際に見てもらいました。好みもあったりしますし、最終的にはケースバイケースです。それでも選び方の基本を押さえておくと、こういう感じで考え方の物差しに、なるので、
またベルト選びも楽しくなるし、選びやすくなるんじゃないかなと思います。はい、今回はお勉強会ということで、久しぶりに長い動画を作りました。腕時計革ベルト派による布教活動みたいな動画で、ちょっとね、自分でもやりきった感じはあります。で、今まで金属ブレスばっかり使ってた人が、革ベルトええやんとか、なるほど、こういう選び方したらええんかとか、新しく替えのベルトを買ってもらったりとかね、そういう背中を押す内容になってたらね、嬉しいです。動画の最初でも言いましたけど、やっぱり腕時計は革ベルトっていう、もうそれに尽きると思います。異論はね、あると思うんですよ。あると思うんですけど、もう一切ね、異論は聞きません。腕時計には革ベルト、もうそれでいいと思います。それでは、今回はこの辺で、皆さん次の動画でお会いしましょう。